皆さんこんにちは。オーディオの世界には奇妙な報告や噂話がたくさんあります。理屈上聞こえないものが聞こえる場合や、関係ないはずのものが関係する場合は、観察が間違っていることがほとんどです。今回はそんな事例のいくつかをご紹介します。CD よりレコードの方が低音がよく出ているように聞こえるというご報告です。理屈上レコードの低音が CD より出ることはありません。ソースの重低音はレコードをカットする前に取り除かれます。なぜかというと、溝が太くなって張り飛びを起こしたり、記録時間が短くなるためです。出ないはずの低音が出ているように感じるのは別の要因です。例えば次があります。一つは録音の違いです。CD とレコードに記録されている音は同じではありません。元から違う音を比べていることに注意してください。レコードに入る情報は CD の10分の1以下です。小さな器に音楽を詰め込むために高音をカットして音の大きさを圧縮しています。高音がカットされることで低域寄りのバランスに変化して低音がよく出ているように感じます。圧縮によって全体的に厚みのある充実した音に聞こえます。こちらはカートリッジの周波数特性の例です。カートリッジの広域特性は CD のようにフラットではありません。これも低域寄りのバランスに関係する要因です。レコード再生では空気が揺らぐような超低音を感じる場合があります。この原因はトーンアームの共振です。こちらはその例です。これはかなり大きなノイズです。これをカットするのがサブソニックフィルターですが、完全にカットされるわけではありません。レコードに重低音が入っているわけではないことに注意してください。位相歪みは音に関係しますというご意見です。位相歪みは直接的には音に関係しません。音に関係するのは位相歪みが周波数特性に影響した時だけです。位相歪みには次の種類があります。1番はどれだけ位相がずれても音に関係しません。音楽制作でイコライザーを自由にいじれるのは位相が音に関係しないからです。2番は耳に到達した2つの音が打ち消し合うことで周波数特性が乱れて音が変わる場合があります。例えばウーファーとツイーターの音源がずれているとクロスオーバー付近で音が打ち消し合うことがあります。3番は音像定位に影響します。例えば左右でスピーカーの距離が違うと近い方のスピーカーに音像が偏ります。基本的に位相歪みがどれだけ大きくても周波数特性に影響しなければ音は変わらないと考えてください。位相歪みについて解説した動画がありますので、興味のある方は概要欄をご覧になってください。チャンネルセパレーションが悪いと音の分離が悪くなるというご意見です。チャンネルセパレーションが低下するとその分音像が中央によるだけで分離には影響しません。これは実際に聞いていただくのが一番です。今からお聞きいただくのはチャンネルセパレーションを段階的に下げていった結果です。それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒
どうでしょう。セパレーションが下がると分離が悪くなるというよりは、音像が中央にまとまっていくように聞こえたと思います。それも20デシベルまでははっきりしません。この結果から音の分離を良くするために、モノラルパワーアンプを2台用意したり、左右独立回路のアンプを選ぶのは無駄だということがわかります。では、こういうものに意味がないかというと、そうではありません。趣味の世界では見た目が重要です。例えば、モノラルパワーアンプを2台使うと、フロントパネルの面積が2倍になって力強い音のイメージが加わります。実際の音が良くなるわけではないことに注意してください。レコードではセパレーションの低下でリークした音が逆走でミックスされるので違った結果になります。レコードを模擬した音を聞いてみましょう。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。レコードではリークが音の広がりに貢献しますが、レコードのセパレーションは20デシベルを超えますから、実際の違いはかなり微妙と言えます。スピーカーの F 徳がフラットなのに音が違って聞こえるから、測定が全てではないというご意見です。昔はスピーカーの測定データと長官は合わないことがほとんどでした。そのため測定データは当てにならないものとされてきました。近年スピノラマという規格ができて、測定データと長官が一致するようになってきました。スピノラマでは正面だけではなくてスピーカーの指向性が考慮されます。こちらは以前ご紹介した単ノイスターリングの周波数特性です。スターリングのような指向性に優れた同軸 2way は正面の特性と長官がある程度一致します。このように線を引くとおおむねフラットですが、細かい凸凹の中間を通るように線を引いてみるとこんな感じの特性です。これが人間が耳で感じる周波数特性です。中広域がへこんでいるので、原音と聞き比べると少しぼやっとした音に聞こえるはずです。これは今まで皆さんが耳にしてきたスターリングの音のイメージと一致すると思います。このカーブのへこみは広域のレベル調整である程度補正できます。広域をちょっと持ち上げればフラットに近くなってあらゆる音楽にマッチするでしょう。真空管アンプと半導体アンプは明らかに音が違うというご意見です。アンプに音の違いはありません。真空管アンプでも同じことです。ところが実際に聞き比べると明らかに違って聞こえます。違いがないものが違って聞こえる要因は次の通りです。正しい視聴というのは見た目や値段の影響を排除して音量を測定で正確に合わせた上で結果を統計的に評価することです。自分は視聴に参加できません。自分でセッティングを変えて自分で聞くやり方は正しくありません。このような方法で聞いた結果はすべて個人的な感想です。見かけの音というのはスピーカーをつないだ時だけに現れる実体のない音です。
アンプにスピーカーをつなげてしまうと、スピーカーのインピダンスカーブでイコライジングされてしまいます。この現象はダンピングファクターの低い真空管アンプで問題になります。これによってアンプには音の違いがある、真空管アンプの音は半導体アンプと違うと誤認してしまいます。カートリッジとフォノイコライザーでも組み合わせによる見かけの音が出ます。これによってオーディオの世界が複雑なものに見えていました。この現象について詳しく知りたい方は概要欄で紹介する動画をご覧になってください。P というテスト信号ではなく音楽ソースで比べないと意味ないんですよというご意見です。音の違いを調べるソースは P という制限波を使うのが最も正確です。音楽ソースでは正確な比較ができません。音楽ソースには過聴域全体の音が均一に含まれていません。帯域が足りない上にレベルが安定しない音楽ソースはテストソースに向かない音源です。ところが視聴では音楽ソースを使うのが一般的です。これは錯覚を含めた聞き比べです。人間の耳は外観やイメージに影響されます。例えば値段が高くて見た目が豪華なものがいい音に感じます。これは錯覚です。趣味のオーディオは錯覚を含めて満足する必要があります。この場合のテストソースは P という制限波ではなくて自分の好きな音楽でないといけません。自分が聞き慣れた音楽ソースが一番いい音で聴ける機器が自分にとってベストな機器です。ところで錯覚の中には当てにならないものがあります。それは他人の錯覚です。例えば次のものがあります。アンプや電源ケーブルといったもともと音色が存在しないアイテムのレビューは 100% 錯覚です。他人の錯覚は他人の感性です。これをもとに物を選んでしまうと、後で買い替えたくなる場合があるので注意が必要です。理屈から見たオーディオの世界はとてもシンプルです。音の違いは周波数特性と歪みの違いです。あらゆる音色はこの2つで説明できます。ところが人間の耳は理屈が全てではありません。心理効果による錯覚が影響します。音が値段に比例して高級ブランドの商品が素晴らしい音に聞こえます。理屈を知り己を知れば変わらないものに大金を出したり、無意味な試行錯誤に時間を費やす無駄を少なくできるでしょう。ご視聴ありがとうございました。